サノラフチャンネル。はい、どうもどうも、サノです。今回はポケモンウルガモス作ってみたということで、材料は今映っているものを使っていきます。この、パソコンのねケースいらなくなったものをいただいたので、こちらを黒い部分に使いたいと思います。では早速羽から作っていきましょう。こちらは100円ショップにあった何でしょうね、シート、座布団のようなものですね。これを芯に使っていきたいと思います。資料を見ながら羽の形を描いていきます。こんな感じかな。この四角の中に収まるだけなるべく大きく取っていきます。下書きなので自分が分かればぐちゃぐちゃでも構いません。ハサミで切れるこの素材はスポンジでできてるんですね。てかウルガモスってイントネーション合ってますか？ウルガモス？ウルガモス？ウルガモス？なわけないね。僕はウルガモスって呼びます。こうやって羽を作っていきますよ。なるべく大きいウルガモスが作りたいんですよね。実際は160センチくらいあるらしいんですけど、でも僕のお家に160センチの大きすぎるウルガモスはちょっと置いておけないので、置いておける範囲内である材料でね、できるだけ大きいウルガモスを作りたいと思います。よし、羽ができたら今のスポンジの形に合わせてちょっと大きめのフェルトをね切っていきますよ。これで羽の一枚一枚をくるみたいと考えています。スポンジのクッションもフェルトも100円ショップで手に入りました。ラッキー。なかなか大きいウルガモスになりそうですよね。あんまり大きいものを好きすぎて大きいものばかり作ると家に置けなくなっちゃうので、ラフラちゃんに怒られちゃうな。いやー、でも大きいものが好きなんだよ。なんかロマンが詰まってると思いませんか？そうして同じような作業をずっと繰り返して切って縫います。縫いました。さあこれをですね一枚一枚ひっくり返していくわけですよ。ココちゃんが見てくれてますね。ちょっとリアルタイムで流してみましょうか。早送りばっかりだと目が回っちゃいますよね。でも早送りしないと今度は待ちくたびれちゃいますよ。僕結構作業中のろまなんですよ。思い立ったら即行動はしてるんですけどね、行動自体はまったりで喋りと同じで。ちなみにどうでもいいですが、このウルガモス制作の動画も130本の録画を組み合わせてます。先っちょの方をひっくり返すのが難しかったら針とか使ってねひっくり返すと良いですよ。みんなご存知の通り。さあついにスポンジクッションをこのフェルトの中に入れていきます。スポンジねちょっと形状を記憶して入れにくいので、ロールしてからね入れるといいんじゃないでしょうか。中に入れた後に僕は定規使ってますけれども、何かでね長いもので広げて伸ばしてあげるとフィットさせやすいんじゃないかなと思いました。こんな感じで。それでもうまくいかないときはもうこれを持ってね振り回しちゃって、柔らかいものなので大丈夫ですよ。もうほら入りなさい仲間で。いいですね。なんか思ってたより綺麗にできるぞ。よし、これあと5枚もやるのか。でなんとか6枚羽ができましたよ。ちょっと一回並べてみましょうか。どうですか？色がついただけで結構イメージつきますかね。こんな感じです。いいですね。いい感じ。嬉しい。テンション上がってきた。忘れるところでしたね。この羽のスポンジを今入れたところですね、開いたままのところを手縫いで塞いでおきましょうか。見えなくなるところなんでね自己満なんですけど、この字型に縫ってから後でピーッと引っ張ると綺麗に閉じます。はい、疲れた。手縫いできましたよ。さあ続きましてパソコンケースをですね解体して
黒い生地にしちゃいましょう。ウルガモスの顔とお腹と手ですねのパーツをこの黒い生地から取りたいと思います。こちらも先ほどの羽で使ったスポンジクッションのような感じですねの薄い板みたいにスポンジが入っているようです。このなんかシワシワしたところは表の布と中のスポンジが剥がれてしまっているみたいですね。劣化するとこうなっちゃうのかって勉強になりますね。これなんか3枚とももしかしたら厚みがちょっとずつ違うかもしれませんね。どこに何を使うかよく考えてから使おうかな。じゃあ劣化したところは切り離して売買して残ったところで、作っていきます。サイズ足りるといいんですが、一番丈夫な厚い生地を顔のパーツに使いたいと思います。もうほんと勘ですよね。縫ったらどうなるかなっていうのをイメージしながらとりあえず切ってます。うまくいきますように。まあでもね、うまくいかなくっても大丈夫ですよ。失敗はつきものなので、まあその時考えればよいってもんですよ。とりあえずね、手を動かしていきますよ。切った生地をミシンで縫っていきます。ガタガタガタ。切り口が汚くっても縫い目が綺麗なら問題なし。後から切り口はね、綺麗に揃えることもできますからね。縫う時に気をつければ大丈夫ですよ。縫ったんですけど思った形にならなかったので、生地を追加してもう一回縫ってみます。もうどんな形になるか自分でも分かってませんが、こんな感じにできました。何これって感じですよね。これ顔のパーツのつもりですよ。はい、これちょっとよくわからなくなってきたので、中に綿を入れてってみましょうかね。綿を入れたらちょっと形が分かりやすくなるんじゃないかな。顔には綿をたくさん使いますよ。柔らかいとね、形状が変形してしまって可愛くなくなっちゃったりしやすいじゃないですか。なのでもうパンパンにね、綿を詰めたいと思います。裏側からぎゅーっと押し込んで、ここを閉じると顔になるって寸法なんですが、後ろが弾けちゃってダメですね。そんな時は知恵を絞って段ボール先輩に頼みましょう。段ボールを、後ろのね、形に合わせて丸く切って、これを中に入れてみると綿が後ろには膨らまないじゃないですか。後ろが膨らまないで前に綿がいくので、これでいい形になりそうじゃないですか。綿の節約にもなりますよね。後ろ余ってる生地は縫って形を整えていきましょう。もう裏側は見えなくなるので適当に縫っていきます。縫うとこんな形になりました。顔できたんじゃないですか。顔の原型いいと思います。顔の原型が縫えたら体の原型も作っていきましょう。お腹の黒いパーツを縫い合わせていきます。ミシンでガタガタ縫ったら、こんな形になります。虫のお腹っぽいですね。水色の生地はですね、100円ショップにあったボックスカーテン用の生地です。もう生地は生地なので、使っていきます。水色の布がねなかったのでね、いい布があったと思いますよ。ちょっと薄いけど、これをパーツに切って縫っていきます。ひたすら縫う箇所多いですよ。なんか黒い線がねたくさんあるじゃないですか。あれをミシンの縫い目で表現してみたいと思います。なのでたくさんミシンで縫いました。どうかな、いい感じかな。この段階ではね何とも言えないですよね。ただただうまくいくことを願って縫うだけですよ、僕は。願うだけなんかいって伝えるの下手くそすぎますね。よくお友達にね、作り方教えてとか言っていただけるんですけど、僕の作り方ってこんな感じなので、どうやって教えていいかわからないので、これ見てください。お腹と横が縫い合わさりました。じゃあ背中と横も縫って袋型にしました。ひっくり返すとこんな感じ。
なんかすごい虫らしいですよね。虫っぽいお腹だ。よし、ここに綿を入れるとこんな感じ。プリッとしましたね。かわいい。この横のところなんですけど、すっごい細かいこと言っていいですか？縫い目の切り替えのところがなんか綿を詰めると丸くなっちゃいそうですよね。ウルガモスってサイドのところがちょっと特徴的なので、なんとかね丸くならないようにしたいんですよ。そこで使いたいのがスポンジ。このプールで使う謎のスポンジ、皆さんもご存知でしょう。100円ショップに行ったことがある方は見たことがあると思います。これ使ってみたいと思います。とりあえず細く切ってみました。切ったものをですね、この横サイド部分にあてがいながら縫ってみました。縫い付けるとどうでしょうか。ここがねしっかりとなって、ほら横がなんか前と後ろがね分かれたいい感じになったんじゃないですか。デザインとちょっと変わっちゃいましたけど、これはこれでいいですよね。僕は気に入ったのでこのままいきたいと思います。じゃあお腹の部分ができたので、次は上のふわふわの部分を作っていきます。このふわふわの部分をふわふわに作りたかったので、ウルガモスを作りたいと思ったのがきっかけでしたね。そもそもこの家にファーがあったんで、ファーの余りがこれを使ってねいきたいと思います。ファーを切るときはなるべく毛を切らないようにハサミ使ってるんですけど、毛が出ちゃうじゃないですか。そのゴミもね大切な綿として利用させていただきたいと思います。だいたいこんな形かなっていうのを、見つけたら、それを元に、また地道にね切っていって綿を回収しミシンで縫っていきます。縫うとこんな感じ。ひっくり返すともうモフモフの塊ができますよ。かわいいですね、白いモフモフもう愛おしいです。このふわふわだけで。この縫ったところが巻き込まれているのは、しっかり出してあげましょう。で、下半身と上半身をですね今半分縫い合わせたので、中に綿を入れてってます。綿足りないですね。もう綿あんまないんですよ。綿ないどうしようって思った時は家の中を漁ってみます。すると綿の代わりになるものがいくつか出てきました。今回は綿がもうないので代わりにこれらを入れてみたいと思います。エコな考え方ですね。買い足すことはあまり考えてません。あるものでなんとかする、それもまた楽しいんですよ綿以外のものを入れるときは綿を外側にするように入れましょう。そうすると変なものを中に入れてもねあまり外側に響かないのでおすすめですよ。全部入れたらこんな感じにパンパンになりました。いいんじゃない？かわいいね。しっかり身が詰まっています。じゃあ中身を詰めたので、上のモコモコと下の半分を縫い合わせていきます。立体的になってきたので手縫いをしますよ。縫い合わせるとこんな感じ。どうでしょうか。かわいいですね。原型です。白いふわふわの部分がちょっと短いかなって思うんですけど、これは別パーツでですね立体的に遊びの効くふわふわパーツを後から縫い付けようと思ってたからなんです。これらを、手縫いでまた地道にチクチクと1個ずつ縫い付けていきます。下がねひらひらっとなっている方が可愛いかなって思ったのでそれをつけました。どうでしょうか。なんか可愛くないですか。もうこれ妖精さんの原型ですよね。愛しい。はい、じゃあ次は、この黒い生地の余っているもので手を作っていきましょう。手も黒いんですよね。可愛いな。切って縫って、今ミシンでね全周縫っちゃったんですけど、これひっくり返せないじゃんって思うじゃないですか。大丈夫です。これはですね裏側にする方の真ん中に切り込みをザクッと入れてしまって、その切り込みからひっくり返してみるっていうのを今やってます。そうするとこうね後からなんていうんですか、シルエットに影響するサイド部分を手縫いしなくていいじゃないですか。
裏側は切り込みがあるんですけど、どうせ見えなくなっちゃうのでいいんですね。スポンジ入ってるんで、もう綿詰めなくってもこんな可愛い手になるんですよ。形状記憶ちゃんとしてくれてます。これなら綿を入れる必要もなさそうですね。よし、これをふわふわの体にシュッつけたいと思います。縫い付けたい。でも位置がちょっとよくわからないですね。先ほど作った顔も置いてみましょう。どうかな。顔はここか。オッケーオッケー。じゃあ手はだいたいこの辺りかな。さのらふチャンネル。さあ皆さん、いろんな原型ができてきましたね。でもまだ大物が残っていますよ。そう、角です。これは角なのかな。触覚ガだもんな。角でいいかな。余ったフェルトの中で、取っていきたいと思います。これくらいかなっていう形をまた見つけて、それを描いて切っていきます。2つ角がありますよね。複雑な形状です。どうなるかちょっと僕も不安でいっぱいですけれども、これもまたね、さっきの手みたいな形で縫った後に後ろに切り込みを入れてひっくり返すっていうのをやってみました。ここに綿を入れたいんですけども、綿がない。うちに綿がないよ。なのでどうするね。そうだね、こうしようか。こいつです。このスポンジを入れてみたいと思います。これはもう実験ですよ。僕もどうなっちゃうのか全然分かってません。切り込みを入れて、このねフェルトの角の形に合わせて切っていってみます。スポンジだからね、形をしっかり合わせればいい感じになってくれると思うんですよ。どうかな。不安でいっぱい。まあでも僕は不安でもとにかく体が勝手に動いちゃうんでやってみますもう動いてないとどうかなっちゃうんですよ。楽しいな。楽しい気持ちでいっぱいですよ不安と楽しいが共存している制作って不思議。ほら見てください。入れたらこんな感じになりました。よくないですか。なんとかなっちゃうもんですよね。裏側はまあまあよしとして、表綺麗じゃないですか。スポンジの丸みの部分が角の丸みの部分にすごい合ってると思います。裏側は汚いので縫ってしまいましょう。縫っちゃえばね、もうなんとかなるんで綺麗ですよ。パーンと貼って、横から見るとまっすぐな感じが目立っちゃいますね。もともとは1本の棒だったからな。ここにじゃあさっきね作ってしまった縫い目に針金を仕込んでみましょう。針金を入れればほらこの通りです。変幻自在になりましたよ。いい角ができたと思います。ではではついにこれらのねパーツを縫い合わせていきたいと思います。顔をまず縫い付けていきましょうか。大きいパーツからいきます。もうね本当に立体的でファーもあるし、顔なんてニットだしスポンジも入ってるし、すっごく縫いにくいんですよ。立体的なのにまっすぐのちっちゃな針を使って縫ってますからね。かぎ針みたいなものがあったらすごい楽なんでしょうけど、うちにはないのでね、錆びついた短い針で頑張って縫いますよ。なんとか縫えました。縫い付けるとこんな感じ。もはやこのままでも可愛いんじゃないですかねこういう生き物いそうだ。可愛い。手も縫い付けていきましょう。めんどくさい。カットだ。えい可愛い手がつきましたよ。もう4本の手、愛おしいですね。そして角をつける予定ですが、手がすごく痛い。縫いすぎて手が痛いので違うことを一旦しましょうか。羽です。外に出てテンション上げていきましょうか。羽を塗装しますよ。羽にねグラデーションをつけたいんですよ。赤色と黄色っぽいやつ。そう実験してみたんですよね。フェルトにスプレーは乗るのかどうか。そうしたらうまくいきそうだったんですよね。良くないですかこのグラデーション。なのでお外に出て隔離をしてスプレーをしていきますよ。
なんかスプレーをするとゴワゴワになりそうで怖かったので、羊毛フェルトでグラデーションをつけるのも考えてみたんですけど、ちょっと無謀だなって思ったんですね。綺麗なグラデーションを作る技術が自分にはないんじゃないかっていう不安だったりとか、やっぱ簡単に終わらせられるならそっちの方がいいなっていう甘えからスプレーにしちゃいましたね。なんか下に向かってスプレーを吹くと地獄が広がってしまったので、壁に向かって吹くことに変えてます。こんな感じです。綺麗につきますよね。誰か助けて。なんてこった。俺がやったっていうのか。そうですね、僕がやりました。全部いつもスプレーを吹くと汚くなるんですよ。なので今回はちゃんとね、マスカーをしてますよ。でも僕が昔塗装してた時に言われたのが、自分が吹く箇所よりも3メートルは養生しておかないと飛ぶからなっていうのがありましたね。なので養生はしっかりしとくと良いですよ。僕は後で掃除するので、これでいいんです。スプレー吹き終わったら乾かして完成です。かわいいですね。さあ、羽ですけれどもまだ足りないものがある。そう、模様がないですね。黒い模様作っていきましょうか。黒いフェルトを丸く切っていきますよ。サイズを確かめながらまた大量生産、丸いパーツを大量生産していきます。これね、なんかながら作業じゃないとなかなか辛いですよ。黒い丸で頭の中がいっぱいになります。夢に出てきちゃうかもしれないな。さあ、黒い丸が切れたらこれを羽の上に配置していきます。資料とまたにらめっこしながらいい感じの位置に配置していきます。接着は裁縫上手を使ってね、簡単に留めていきましょうか。そして表側が終わったら裏側もあるんですよね。皆さんご存知でしたか？ウルガモスの羽の模様、裏と表と違うんですね。ほぼ一緒なんですけど、下の羽にブチが1個多いみたいです。スイカの種みたいですね。かわいいな。よし、手が休まったので角をね、頑張って立体的に縫い付けていきます。またこれ手縫いです。手縫いはもう本当にしんどいんですよね。ずっとチクチクやってると、柔らかい生地だったらまだいいんですけど、針が通りにくい素材をね使ってしまっているので、その分丈夫なんですけどね。文句ばっか言ってちゃダメですね。かわいいかわいいウルガモスができるので頑張ります。制作が大変だった分、後で愛情が増しますからね。こうやって角がつきました。おめでとうございます。かわいいね。角ついたね。かわいい。どうですか？あと一息ですよ。角にしましまがついてるじゃないですか。今縫い付けてた糸と同じもので表現していきたいと思います。ギュッギュッと引っ張りながら巻いていくと、この通り角が綺麗にできました。おめでとうございます。達成感すごい。はい、角ができたので、次はもう一回羽に戻って羽をチクチク。今何してるかというとですね、羽の一枚一枚がバラバラっとずれてしまうので、ずれないように根元のところを縫い合わせているんですね。綺麗な状態で固定したいからです。見えないところなので黒で塗っちゃってます。固定をしたら上にウルガモスちゃんの本体をドーン乗っけてバランスを見ます。良さそうですね。ちょっと僕天才かもしれないですね。言い過ぎました。こうやって作っていくと本当に楽しいですよ。ぐる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 縫い付けます。で、縫えました。羽がついたね。なんかでも足りないでしょ？そうなんですよ。この上にね、またふわふわがついてるんですよね。かわいい。ふわふわも縫い付けます。ファーの毛の流れは外側に向かってになるようにしました。羽を体に縫い付けている時に思ったので修正したいと思うんですけれども、今のままだとですね、羽同士がまだやっぱり重なり合ってしまうので、ちゃんとね模様が隠れないように表側から手縫いで縫い合わせたいと思います。さあ、羽も縫い付けました。完成したか？どうだ？あれ？
あららららら、羽が後ろに倒れちゃいますね。重いのかな。困ったな。じゃあしょうがない。体と上の羽を少し縫い合わせましょう。この部分をね。そうすればね、今度こそどうだ。オッケー、倒れない。羽が綺麗に体にくっついてますよ。やったねー。近すぎて見えなかった。失礼。どうですか。綺麗に羽がウルガモスちゃんにくっつきました。体の模様も忘れずにくっつけます。そしてついにボディが完成しました。今のうちによくチェックしておきましょう。よく見るとあれ、顔がちょっと斜めについちゃってるな。ま、これもご愛嬌ってことでさあ、残すは目だけです。目はどうやって作ろうかなって最後まで悩んだんですよね。だけど結局いいものがなかったので削って作ることにしました。スチレンボードを削っております。ブルーレットを置くだけの上の部分とかね、目に使えそうかなと思ったんですけどね。あとラグビーボールのキーホルダーとかをね、半分に切って使おうかなとも思ったんですけど、やっぱりちょっとサイズ的にいいものがなかったので自分で作ることにしました。スチレンボードは紙やすりで削るとすごい綺麗に仕上がるんですよ。なので360番くらいかな、これは。それを使って磨くことにしました。どうでしょうか。結構綺麗になるでしょう。カッターが苦手な人はヤスリで地道に削るのもありかもしれないですね。こんな感じにできました。結構綺麗じゃないですか。ヤスリがけをしているものとしていないものと比べてみましょうか。どれくらい差があるのかなと、こんな感じですね。結構違いませんね。一手間かけるといいものになりますよっていうことで、はい、目の形ができました。目を仕上げていきますよ。十字のね、線がついてますよね。それはどうやって表現しようかな。いい方法が思いつかなかったので、その辺に落ちてるボールペンで書いておきます。ゲルインキボールペンですね。ボールペンで書くと削れちゃうんですけど、それもまあなんかいい感じになるので、削りながらインクをつけていきましょう。できたー。目ができましたー。やった。じゃあこの目をですね、配置していきます。目の位置って大事ですよね。印象が全然変わっちゃうから、どこにつけようかな。僕はここがいいかな。資料ももちろん見ますけどね。好みの位置でいいんじゃないですか。ここにつけたいと思います。ちょっと一回思考停止中です。この目どうやってつけようかな。思いついた。縫い付けちゃいましょう。目をね、ちょうど十字があったので、そこに黒い糸をたぐらせて顔の生地に縫い付けてしまったらいいんじゃないかと思いました。幸いなことにスチレンボードを使っているのでね、この糸をギュギュッと食い込ませながらずれないように縫い付けることができました。すごいですね。ラッキーの重なりですよ。なんか頑張りが報われた気もしていいですね。目をつける位置は待ち針で印をつけています。目の後ろ側にもですね、実はちゃっかり布も貼り付けていて、もしものためにね、ずれないように縫い付けておいて、その上から糸でつけてます。そうすることで、ついにウルガモス完成しました。おめでとうございます。やった。今回も僕はやってやりました。あっという間にウルガモスが誕生しましたね。嬉しいです。頼れる相棒ウルガモス、いつもありがとう。先陣切って、もう炎と虫タイプ最高の組み合わせですよ。めっちゃ可愛いです。ウルガモスといえば空を飛んでいるのでね、壁にかけてみました。針金で吊るしてあります。いい感じですね。もうこういう風に飾っておくのも素敵じゃないですか。もう愛おしくってたまらないですね。日々の癒しを与えてくれるウルガモスちゃんでした。ありがとう。大好きです。もうこのウルガモスを使って撮影に行きたいですね。
やっぱ疲れたな。もう作り終わった時はもうテンションがぶち上がっているので、もう見て見てが止まらないんですよ。本当に大きくって可愛いんです。実物はもっと大きいんだけれども、僕と同じくらいのサイズ。ねえ、そうやって考えると、どんだけ大きいんじゃいって思いますよね。ああ、もう気分ウキウキです。ものづくりって楽しいな。自分で作るって本当に楽しいんです。皆さんもぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。